妊活の計画などありますか？他の男の人も見てみたいっていう考えは出てきませんでしたか？私も全然肌が綺麗じゃないかなとか、ジュワーっとするというかすっごくいい匂いなので買ってみてくださいこんにちは、上野ありさです。今日はですね Q&A を月に1回の Q&A、 最近はてるまちゃんだったり葵ちゃんだったりとかお友達にね協力して撮ってもらうことが多かったので、久々の一人でのね Q&A になるんですけれども、撮っていきたいと思います。ちょっとねいつもとは場所を変えて珍しくちょっとベッドの上でおしゃべりスタイルでやらせていただきます。いつも通り30分でタイマーをセット。はい。で今回もインスタで募集した、質問に答えていくんですけど、みんな質問たくさんありがとうございました。拾えたり拾えなかったりなんですけど、こんなにいっぱい来てるので、まず一番下の方までちょっと行こうかな。はい、早速人間ドックの内容を教えてください。バリウムとか胃カメラとかもやりますか？怖くないですか？ということなんですけど、25からバリウム胃カメラは1回しかやったことないけど、バリウムの検査はやってます。怖くないね。なんか結構やっぱ検査とかって検査して何かが出るのが怖いとか、検査自体が怖いっていう言葉をよくいただくんですけど、何が怖いって検査して何かあった時がそれが一番恐れるべきことだと思うから、それをしかも知らないで進行してっちゃったりとか、それが一番私は怖いので、早期発見ってすごく大事だと思うから、検査もまあ結果来るまでちょっとドキドキはするけど、そうだから25から毎年やってて、で今年やってないのね。去年の4月に最後やったから、ちょうど今月で今これ撮ってるのが4月なので1年経っちゃうから、そろそろちょっと予約しないとと思って、私はもうちょっとしたら予約しようかなと思ってます。次、もう少し他の男の人も見てみたいっていう考えは出てきませんでしたか？そんなことを思わせないのがマイルズさんの魅力だと思うんですが気になりましたということで、いやーでも確かに男性経験がなかったっていうか、付き合ったのが2人目、ほぼ初めてみたいなぐらいの感じだったから、もうちょっと他の人ってどんな感じなんだろうとか見てみたいっていう気持ちがないわけじゃなかったけど、思ったことがないわけじゃないけど、なんつうの、本当に思ったことはない。やっぱそう本当におっしゃる通りで、なんかマイルズを超える人なんて、男友達はいっぱいいたりさ、男の人とはたくさん出会ったけど、マイルズを超える人なんて本当にいないから、考えるだけ無駄な時間というかって感じだったかな。マイルズさんの髪の毛長い時と短いのどっちが好きですか？短いのです。でもマイルズは10年間こんなロン毛だったのね、このくらいの。でいざ切ったら短い方がいいって全員に言われてて、なんで俺は10年間髪を長くしてたんだと嘆いておりましたが、短い方がいいと思ってます。次、Vlog いつも見てます。ありがとうございます。動画はありささんが自分で撮ってるんですか？はい、そうです。2年前かなから編集チームが一緒に、私のチームができて、撮影自体は私が、これとかもね全部私が撮っていて、で編集は編集チームの人たちにお願いしてるという感じなので、それまでは自分で編集してたからマジで YouTube が不定期アップだったんだけど、その1年半2年前ぐらいからチームとやるようになって、水曜金曜ってねもうみんな定番になってくれてるかなとは思うんですけど、アップできるようになって、なので動画自体は自分で撮っています。はい、いつもつけてる虹色のネックレスどこのですか？これだね、見えるかな、この上のやつ、これはミラモアです。で私がつけてるジュエリーはアクセサリー紹介のビデオ、こちらそれで話してるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ありささんの YouTube 見始めてから行動する大切さを知り、夢への一歩を踏み出せました。よかった。なんかそう YouTube をやってて、ただ日常を撮るとかさ、メイクを撮るとかだけじゃなく、自分の考えてることとかを発信するように、全部が全部はできないんだけど、全部のビデオではそんなにたくさん考えてることがあるわけでもないから、週に2回じゃん。だけどなるべくこう起きたこととか自分が思ったこととかはシェアできるように心がけてて、でそれでなんかね、こういう風になんか何かポジティブな影響が与えられたらいいなっていう風に私も偉そうとかじゃなく思って発信してるから、それはアメブロ時代から正直変わらなくて、そう言ってもらえてすごく嬉しいです。ありがとうございます。海外行く時のレストランなどはどうやって探されていますか？行ったことある子におすすめ聞いたり、まず英語で調べる。英語で検索して出てきた L とか Vogue とかの記事とかのレストランとか見たりとか、あと Google マップでそこのお店を調べた時に関連みたいな、ここも好きかもみたいなの出てくるから、そういうのを見たりとか、人からおすすめ聞いたり、
ネットで調べたりとかが多いかな。ネットで調べなんかトリップアドバイザーとかよりは私は記事の方が好きで、だから防具とかの記事とかそういうファッション誌系の記事で読むことが多いかもしれない。アリサちゃんの大ファンです。ありがとうございます。不憫な質問で大変申し訳ないのですが、妊活の計画などありますかということなんですけど、妊活に関してはマイルズとも話して、あんまりマイルズはそういうそもそもね結婚のこととかもそうなんだけど、こう動画とかで言ってほしくないということで、いつか赤ちゃんができたりしたら安定期に入って、もう他の人たちと同じように赤ちゃんできましたっていう報告はすると思うんだけど、そこまでの過程はプライベートのことなので、事後報告でこうだったああだったとかはあるかもしれないけど、話すつもりは今はないので、温かく見守っていただけたらと思います。カメラ何使用してますかということで、インスタは iPhone と GR3X いいのかなと、これは最近買い替えた G7 キヤノン G7X の Mark3 にしたんだけど、Mark2 の方がピントが合いやすいの。今これ奇跡的に私があんまり動いてないからピントが合ってるんだけど、ピントが全然合いづらくって、なので Mark2 と Mark3 を使ったり使わなかった行ったり来たりで、Mark3 は写真もすごくよくって、写真を最近 Mark3 で撮ったりもしてて、あと、昔のデジカメは5個ぐらいメルカリで買って持っていて、なので、ソニーだったりキヤノンだったりニコンだったりカシオだったりの昔のデジカメを使ったりしています。あとね、キヤノンの KISS-M、EOS-M みたいなやつも持ってるんだけど、それはちょっと私には大きくて、定点撮りとか本当は今日のビデオとか使った方がいいんだけど、今日も G7X で撮っちゃって、基本 G7X で撮っています。ちっちゃいのがね、やっぱり旅とかの時も持ち歩きやすいので、それで私は YouTube を撮ったりしてます。ついでにこれは写真もうまく撮れるので写真も撮ってます。最近の Netflix のおすすめ、最近のおすすめはダントツでビーフ。パメラ・アンダーソンは前に答えたよね。パメラ・アンダーソンのやつもすごい良かったんだけど、ビーフがマジで面白くて、私グレンが大好きなの。ウォーキングデッドのユアン・リーさんが大好きなんだけど、ビーフは最近のさネットフリックスの映画っていうか、なんか何でもなのかな、トレーラーで全部ネタバレしちゃうっていうかさ、ティザーで予告編でね。だけどビーフは予告編見てなんかなんかただ起こり合ってる男女の話みたいな感じだったのがめちゃめちゃディープで、ティザーで全然ネタバレがなく純粋に楽しめて、作品をだからティザー見た後でもすごい楽しめたし、すごい良かった。めっちゃ良かった。うわーって心がじゅわーっとするというかすごくおすすめ。あと最近何見たっけ、グローリー、韓国だともう面白かったかな。あと映画なんだけど、ネットフリックスで見た人生はノーリターン、僕とおかん涙の3000マイルっていうザ・ギルトトリップっていうお母さんと息子の話なんだけど、これはすごいなんかコメディだと思ってたらほっこり系、心が温まる系ですごい良かったかな。あとはこれも Apple TV プラスのテトリスもすごく面白かった。逆に微妙だったのがオブセッション、50 Shades of Grey も見てないんだけど、そういう系かなと思って、なんかちょっとミステリーっぽかったから見たんだけど、胸クソ悪すぎてマジで見なきゃよかったって思った。はぁってなって終わったから、オブセッションは面白くなかったっていうかイラついた。あとプライムのスワーム、なんか追っかけのこの話で、監督がチャイルディッシュ・ギャンビーノ、ドナルド・グローバーで、チャイルディッシュ・ギャンビーノの作品ってめちゃくちゃ面白いから、彼のは結構なんかね、ちょっとねゾクゾクってする奇妙な感じのものとかも多いんだけど、彼のものは結構見るようにして、でスワンはおすすめされて、キラー B ってやつか見てすごかった。そんな感じかな。お洋服どこで買うことが多いですか？私は海外に行った時か、あとは日本だとネットで買ったりとか、あとはやっぱり展示会が多いかな。って言っても展示会も決まったものしか行ってなくて、それこそビアバンだとシールームがよく行くんだけど、だからそこの2つのお洋服を着ることが多かったりとか、買うのはほぼ海外。日本でも買えばいいんだけど、お店に行く行為がちょっとめんどくさくて、ネットでばっかりになっちゃって、そうだね、行ったら行ったで結構楽しいんだろうけど、なんか買い物行こうってなんないよね、友達と。買い物行きたいなとは思ってます美容医療の治療以外で何か肌荒れでおすすめなことありますか？いつも YouTube 楽しみです。ありがとうございます。私ね、肌がね結構いい感じなんです
この状態で私も全然肌が綺麗じゃないかなとか言うつもりないし、全然すごい状態いいと思ってて、まず言えるのは普通にラッキーだった。ラッキー案件。もともと肌荒れしづらかったりニキビとかができないっていうのが多くて、その代わり乾燥とくすみとか小じわとかシミとかはすごく昔もう20代の前半とかからシミとかで悩んでたりとか、ニキビとかできない分そういった乾燥とかも粉とかすごい吹いちゃうしの悩みが多いんだけど、でも25過ぎてぐらいからこう吹き出物だったりとか、いきなりなんかビン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 ってなんか蚊に刺されみたいなブツブツができちゃったりとかいうのがあって、なんかそういう時はもう皮膚科もうやり方がわからないので皮膚科に行ったりとか、あとは歯科みたいな鎮静ものに頼ることが多いかな。なんかできると鎮静しとけば、とりあえずなんか歯科使っとけば大丈夫かなみたいなのがあるから、歯科のシートマスクだったりとか、なんか濃度の濃いものを塗ったりとか、あとビタミン C もすごく大切で心がけてるので、ビタミン C を塗ったりとか体内で取ったりとか、当たり前のことなんだけど小さな積み重ねというか、化粧は絶対落として寝るとか、あと毛穴の汚れを拭き取りとかで毎日じゃなくてもたまにちゃんと拭き取ってあげるとか、肌をきれいにしてあげる、あと汚い手で絶対肌を触らないとか、なんかそういう細かいことは日頃から心がけてるかもしれません。もし高校生や若い頃に戻れるならどんなことしたい？あれやっとけばよかったシリーズ。私はあと17歳若かったら、練習生になって K-POP アイドルになりたかったですマジでちょっと待って、17歳で足りる？いやダメじゃん。17歳若くても16歳だからね。16歳じゃ間に合わない？ 20 歳若かったらまだ中学1年生。いやー、あの時の私にあんな練習生ができるガッツはなかったな。けどなんかもう本当に K-POP アイドルになりたい今そういうことじゃないよね、多分みんなの聞きたいことはね。何？英語はもう絶対留学する金銭的な余裕がなかったら日本でできることはいくらでもあるし、私も留学してないのでやっとけばよかったっていうか、やっててよかったし、逆にもっとやっとけばよかったはすごいあるかな。英語はもう本当に喋れて損することって一つもないと思うから、得することの方が絶対的に多いから、これからの時代喋る子の比率がどんどん大きくなっていくとは思うんだけど、だからなおさらだよね。英語喋れないっていう選択肢がなくなっていく世の中にどんどん何十年もかかってたけどなっていってくれたらいいなと思うので、日本の良さってたくさんあるし日本人の良さってたくさんあるから、それをもっと世界の人に伝える術が足りてないっていうか、その術を持ってる人が圧倒的に少ないから、その術を持ってる人がどんどん勝っていくと思うので、やっぱ英語はスタートラインに立つために必要って思うかな。アリサさんは自分の機嫌を取る方法とかありますか？バッグ買うことダメだよね。私すごいさ、環境問題とかにもすごい私うるさいババアでさ、こうペットボトル飲んでるのすっごい久々にこれペットボトル買ったんだけど、ペットボトルが悪なわけじゃないよ別に。ただなるべく私は買わないようにしてるってだけで。でさ、カバンを買ったりさ、カバンあるのにね。けどそれは私は自分の中でのストレス発散もしっかりだし、自分の中でのよく頑張ったなとかいうものだったり、それっていろんな方法があると思うんだけど、それとあとやっぱ食べること、痩せたいって思うんだけど、なんか美味しいもの食べてると痩せなくていいやって思っちゃう。なんかこれを我慢して痩せるなら我慢しないで太りたいみたいな甘いだけなんだけど、でも私はもうね、食べることっていうか美味しいものが大好き。あと我慢が大嫌いだから、我慢しないことが自分の機嫌を取る方法かな。数ある本の中から何を基準に読む本を選んでますか？よく読んでるジャンルなども知りたいです。自己啓発系とかビジネス系の本とかは結構好きで、大学生とかの時から読んでたりとか、でも大学生の時とか小説読むことが多かったかな。それもちょっと自己啓発かじってるような小説だったりとか、物語調になってるそういうものだったりとかを読んだり、やっぱ小説の方が読み進められて、自己啓発系とかビジネス系のものって途中でなんか読む機会がなくなっちゃうと、そのまましおり挟んだまま止まっちゃって、これ何の話だったっけみたいななっちゃうこともあるから、でもあれかな、誰かが勧めてたりとかする本は気になると思って買ってみたりとか、あとはたまに本屋さんに行ってなんかおすすめされてるものとか、それこそ私がご了承してる人生を変えるモーニングメソッドも羽田空港かどっかの本屋さんで飛行機用の本買おうと思って行ったらドーンってなんかおすすめされてて、めっちゃ気になると思って買って、それで大当たりだったから、そういうこともあるかな。
45歳の私はアリサさんの生き方が好きです。ありがとうございます。おばさんの私も応援していいんでしょうか、笑い。いやもう嬉しすぎる。なんか最近ねすごい多いんですよ。コメント欄でも40代ですが50代ですとかいう方からのなんかアリサちゃんより年上だけどっていうようなコメントをすごいいただいて、めちゃくちゃ嬉しいし、なんか好きって言ってくれたり応援してますって言ってくれる人の年齢って全くこちらからしたら関係ないっていうか、その気持ちって気持ちに年齢はないし、なんかそれが本当に嬉しくて、今までも YouTube をこんだけがっつり始める前とかも応援してますとかファンですって言っていただくことがあったんだけど、よりやっぱりなんか YouTube って対人なこうやっぱ喋ってるからなのかな、対人の部分が私の中で大きくて、だからもう年齢問わず本当に逆に見つけてくれてありがとうございますという気持ちです。これからもぜひ見てください。飽きないでくださいね。あと人に広めてくださいこれね私最近言うのアリサちゃんですかとか YouTube 見てますとか言ってくれるとありがとうございますって言ってみんなに広めてねっていうのなんかそう言うとさなんか頼まれたし広めなきゃみたいな気持ちになって広めてくれないかなっていう私の魂胆です。よろしく。宮古島おすすめスポット教えてください。ビデオをご覧ください。これビデオってステッカーになってるっけ？こちらです。こっちかな。転職を悩んでます。仕事を受けるか決める時の決め手は何ですか？仕事を私は基本的にオファーをいただいてそれを受ける受けないっていう流れなんだけど、例えばじゃあ自分が知ってるブランド、自分が知ってる会社だったらその会社が好きかどうかとか、そのじゃあ宣伝するプロダクトを使ったことがなかったら先に使わせてくださいって言うんだけど、使ってみていいね、これは私も人におすすめができるって思ったものを選んで紹介するようにしてたりとか、例えばじゃあイベントに出演しますってなったらまずはその背景がちゃんとしてるかっていうのもすごく大事なんだけど、私の中であとは好きな相手かっていうことと好きな内容かっていうこととか、決め手に関してはいろいろあるけど、そもそもでも私に声をかけてくれて興味を持ってくれて仕事をしたいって思ってくれたことにまず一感謝じゃん。だからその気持ちを受け取って大切にしつつ、じゃあ例えばかなり何が言ってるのか分からなくなってきちゃったけど、企業があってその企業とお仕事をするだけじゃなくて、その今回のプロジェクトにじゃあ何かメッセージがあったりとかしたら、私はそれに賛同したら、例えばだけどお給料とかが安くても私はそのメッセージを伝える手助けをしたいって思ったら受けるしとか、なんか結局対人対メッセージとか対コンテンツだったりとか、そういうところを結構考えるかな。であとは事務所に入ってるのでそのマネージャーのジャッジっていうのも正直あるんだけど、基本そんな感じでやってるかな。転職と私の多分働き方はちょっと違うかもしれないんだけど、そんな感じです。学生の頃はどこでお洋服買ってましたか？大学生におすすめの洋服ブランド知りたいです。今のね、でも大学生の時はもうフィグ始めてたので後半はフィグで買ってたんだけど、でももう普通にちょうどフォーエバーとかが日本に入んないとかの時だったから H&M とか、あと海外に大学生の時も結構行ってたので海外で買ったりとか、例えばマルキューで買ってた。あと展示会ももちろん変わってないよね。だけどマルキューで買ったりとか、でも全然例えばブランド物の服なんててか1万円以上する1万円台頑張って1万円台までしか買えなかったから、基本8000円ぐらいだよね。だからマルキューが多かったかな。あとやっぱり仕事柄ね、高校生から雑誌とかで出て私服で出たりしなきゃいけなかったから、トレンドを追ってなきゃいけないのもあったし、自分がトレンド好きだっていうのもあったから、基本マルキューとかファストファッションとかを着ていました。香水が好きなのですが、アリサさんのお気に入り好みの匂い気になります。こちらを見てください。で今ね、実は香水をプロデュースしていて、言っていいのかな、言っちゃいけないってことはないと思うから言っちゃうけど、そろそろもうすぐ夏ぐらいには発売できる気がする。まだね1種類しかできてなくて、なんかすっごくいい匂いなので、ぜひこのビデオを見た皆さん買ってみてくださいすごいいい香りにできたの。アリサちゃんこんにちは。いびき予防の口に貼るシールの効果はどうですかということで、あれやっぱこれね貼ってるとねいびきかいてないらしい。これなんだけど、なんかね、あとドンキで頭に前 Vlog で紹介したけど、こうやってって頭を閉じるテープみたいなのを買ったんだけど、それは髪の毛が
うんってなっちゃうから寝癖がつくので使ってなくて、こっちの方が全然いい。口にちょっと粘着がついちゃう時があるんだけど、でもすごいなんかね、めっちゃ私いびきかかなくなったらしいです。最近のバッグの中で3つのお気に入りを教えてくださいということなんですけど、1個目はやっぱりこちら、この青のシャネル最近買ったやつで、2個目はこのミュウミュウ。これが結構めっちゃ、だから結局私このサイズ感がすごい好きなのかもしれない。 YouTube を撮るからカメラを持ち歩くってなるとやっぱミニバッグがきついんですね。なのでこのバッグはすごく入って良いです。で、あとでもそれで言うとこのロエベの緑のもやっぱファブリックで結構ガシガシ使える、レザーみたいに硬くないからうにょうにょするし、意外と容量が入るからこう小柄に見えて容量入るみたいなバッグが結構好きで、最初のシャネルはもうとにかく色、意外としかもこれも入るんだけど、他のバッグに比べたら入んないけど、色がもう嘘みたいに可愛いし、見るたびに可愛いって思う。それってすごく大事だと思うからですかね。アリサちゃんの YouTube 見て CBD オイル買いました。ありがとうございます。これだね、私がお手伝いをしてるブランドの、フーっていう CBD のブランドなんだけど、そうベイプもバスソルトもいいし、オイルもいいし、ストレスを感じてたりとかちょっとリラックスしたいとか睡眠の質を上げたいという方にすごくおすすめなのでチェックしてみてください。なんかね、さっきねバーって読んでたら、いつも質問するのに答えてくれないって言ってるのは私ですっていう子がいたんだけど、今見つけられてない。じゃああと3問いきます。1つ目、なんで食べても太らないのですか？太っています。私は食べてる割に太っていないだけで太ってはいます。なんだけどマイルズと食べる量変わらないし、本当に食べるの。なんか年とともに食べれなくなってきたっていうのが一つもなくて、すっごく食べるんだけど、あと1日1食の日もある。だから毎日体重計には乗ってて、ちょっと増えたらと思って調整入れたりはするようにしてるかな。アリサさんのお金と時間に対する価値観を知りたいですということなんですけど、これマイルズとの Q&A かなんか彼氏を紹介します系のやつで言ってマイルズに怒られた発言が若い頃は私はお金も時間もなかったね。でそっからちょっとお金を持つようになったら時間がさらになくなった。で今は逆にお金も時間もちょっと余裕クソやらしいじゃん今はこれ大丈夫？まあいいよね、私っぽいよね。なんかお金もある程度自分で働いて好きなものを好きな時に食べたり、好きなものを好きな時に買ったり、ある程度悩まずにいろんな選択をできるぐらいの余裕はできてまして、だけどすごい私めちゃくちゃケチなの。なんか例えばこのうちの家賃とかもめっちゃ安いし、だから駐車場代とかも最大料金ないとことか止められないし、みんな結構私のことをセレブって言うじゃん。なんかアリサちゃんみたいなセレブな Vlog のなんちゃらみたいな感じで言ってくれるんだけど、なんかそう見えてるのかっていつもコメントとか見て思うんだけど、結構私普通っていうか貧乏癖から抜け出せなくて、てか節約癖というか、その若い時とかさ、バイトする、お金貯める、旅行で全部使う、0円、バイトする、旅行する、バイトする、旅行するみたいなのをずっと、旅行が大好きだったから海外それをずっとやってて、でもやっぱりお金に余裕がない時って心にも余裕がないし、それは私だけかもしれないけど、てか自分で全部をコントロールができるようになったというか、それが特に時間に関して、例えばさ、お金があっても時間がなかったら使える時間がない、じゃあ例えばさ、カバン買っても持ってく場所がないじゃん、ずっと仕事してたらとか。だけどその時間のコントロールを、だから自分に対しての優先順位を高くした。今まではキャリアの20代だったのが、プライベートをこう一緒に並べられるっていう勇気、ちょっと手放す勇気を持った時に、すごい私はマジで幸福度が上がったと思ってて、もともと忙しいのも大好きだし、忙しい時も毎日楽しい、毎日幸せ最高だったんだけど、やっぱこうコロナもあってさ、自分の時間だったり暇な時間とか思って何かやってみたりとかっていうことにもすごく価値を見出せるようになって、休むことを覚えたというかみたいな感じで、何の話してたんだっけって感じなんだけど、待って、どこに行くのこの話。けど今はじゃあお金はもう何か自分がしなきゃお金はもらえないわけ。働かなきゃお金は入ってこない。あと私は興味があることがすごく多いし、ありがたいことに機会をいただける機会もすごく多いので、やってみたいって思ったことは不安だったら不安ですけどっていうのも伝えて、
やってみたりとか、新しい挑戦も怖いよ。怖いこと、今もね始めること、もうこれ毎回言ってるかもしれないけど、始めることがあってそれもすごい怖いコースじゃないよ。怖いこともあるんだけど、怖いっていうかなんていうの、ちょっと臆病になっちゃったり、うまくいくかなっていう不安もあるけど、でもうまくいったら楽しいなとか、これすごい楽しそうだなっていうことに導かれるタイプだから、そこに重きを置いてお仕事をして、でそこに対して金銭が発生してってなったら、あとはさ時間の取り方じゃん。だからゴールがないなこれマジで私喋ってると行方不明になっちゃうんだよね。だからそう時間も大事、お金も大事、バランスはい、じゃあ最後いきたいと思います。いつも書いてると言うてる子が見つからないんだけど、いい質問ちょっと3つぐらいね見つけてしまった。まずパスポートはアリサですか、 ARISA ですか、 ALISA ですかということを質問いただきまして、 ALISA です。それ1質問や。生い立ちが知りたいです。生い立ちはこちらのビデオをご覧ください。G ドラゴンと会った感想を聞きたいです。お会いしてお食事も皆さんでしたんですけれども、写真を撮っていただきました。写真撮ってください以外の一言もお話ししておりませんので、こちらからは以上ですという感じです。アリサさんのような業種で継続してお仕事をもらい続ける秘訣は何だと思いますか？例えば一つお仕事が終わった後、次の仕事が特に決まってない場合など不安になったりしますか？という質問で、インフルエンサーの方なのかな。私の場合、一つ仕事が終わった後、次の仕事が特に決まってない時不安になりますか？例えば6月暇だわ、全然仕事入ってないわ、不安ってなるんだけど、結局なんかフリーランスって多い月もあれば少ない月もあって当たり前だから、そこは全体的な年間のバランスで見てて、だけどどんどん減ってるっていうことはありがたいことに今のところはコロナ禍とか置いといても今のところはないんだけど、やっぱ不安になるから、私はインフルエンサーじゃないお仕事とかでもちょっと裏方のこととかもやったりとかもしてて、なんか表に出ることだけに頼ってるとやっぱ大変になってくる部分もあると思うからって言いながら、なんだかんだ生き残らせていただいてるんですけれどもだからなんだろうな、あとは継続してお仕事をいただけるって、もちろんなんか一つのクライアントさんからお仕事を継続していただけることってもうこの上ない嬉しいことだけど、だって一緒に働いていいって思ってくれたってことじゃん。それってすごく嬉しいし、だからもっともっと私も頑張りたいし還元したいって思うし、あとはじゃあ一つのクライアントさん、次のクライアントさん、次のクライアントさんって新しいクライアントさんができることも新しく目に留まって、この人と仕事してみたいって思ってもらえたってことはすごくありがたいことだから、なんかあとは来た仕事には絶対片手間でやらない、もう絶対 100% の今私ができる 100% の状態で納品する納品の場合とそうでない場合があるけど、だからこれだったとしても納品するわけ。それが私の中での絶対的なもう当たり前のルールだし、すごいこれを声を大にして言ってるけど、当たり前のことなんだけど、なんか片手間でやってる人っぽいなーみたいな子も正直さ言いたりするけど、私はなんかやっぱフィグをやってて社会人経験があったのもあるからなのか、結構変なとことか真面目でも不安になったりもするし、だからそういう場合に備えておくことはすごく大事だと思う。なんか特にこのインフルエンサー業ってさ、もう周りもたくさん競合の人も多いし、どんどん古くなっていくだけだからさ、だから私はそうじゃなくって、なんかもっと人間的な部分だったり、だから YouTube でこうやってみんなとコミュニケーション取るのもすごく楽しいし、それを待っててくれてる人がいる以上は続けたいって思うし、それが人に刺さってくれたらいいなって思って続けてます。でもう一個あったんです、忘れちゃったから、もうじゃあこれ最後にしようかな。はい、アナカードお持ちだと思うんですけど、 JAL と悩みましたかということで、私実は両方ステータス持ってるんです最初 JAL だったの。 JAL で貯めてダイヤになったりいろいろやってたんだけど、結局 JGC でANAに乗り換えたくてめちゃくちゃ海外行った年にダイヤになったところでって思ったのね。だからサファイアぐらいで止めて、 JGC は JGC で持ってたから、でANAの方を貯めて、ANA でもサファイアみたいな5万ポイント5万ポイントみたいな、だから本来だったら JAL だけでダイヤになるのを半分半分に分けて ANA でスタートして、でスタイランスゴールドその年に取って、そっからもう私サファイアプラチナなんちゃらダイヤとかあんまりどちらでもよくて、 JGC とスタイランスゴールドさえカードで持ってれば
もうそれだけでいいと思ってるので、その2つとも持ってて、だから基本的にはアナに乗ることが、スタイランス系列の方がさ加盟が多いから、海外行った時に海外の国内線とかが結局スタイランスの方が乗れたりするので、スタイランスにしたんだけど、あとはアナのザルームが良すぎてアナなんだけど、全然 JAL で飛ぶこともあるし、だから両方持っています。はい、ということで今回は喋ったんじゃない？結構一人で楽しかったごめんね、質問読めなかった皆さん。ということで今回も質問がたくさんありがとうございました。で、質問読めなかった方本当にごめんなさい。で、毎月読んでもらえないって言ってたで、今回送ってくれたでしょ。ごめんね、本番で見つけられなかったけど、また送ってください。絶対待ってます。よかったらこの YouTube にこれ私ですって言って質問書いてくれたら、もうコメントで緊急でしたらコメントで返しますので、書いていただけたらと思います。では私は明日からスペインに行きます。なのでパッキングをしてちょっとお風呂入って寝たいと思います。はい、じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。